皆様ようこそお参りくださいました。そろそろお盆の季節ですね。お盆が近づいてきたらお盆のお供え物について気になるという方も多いのではないでしょうか。そこで今回はお盆のお供え物について解説いたします。お盆を迎える際の参考にしていただければ幸いです。なおこの解説は浄土真宗本願寺派、本山は西本願寺の内容でお話をさせていただきます。さて、浄土真宗のお供え物の基本はお仏飯、お餅、お菓子、果物などとされています。お盆もこの基本のお供え物の延長でしていただければ結構です。お仏飯とは仏様にお供えするご飯のことです。仏飯器という器にご飯を丸く盛り、仏様の前にお供えします。お仏飯は毎日お供えするもので、平常時のお供え物の基本になります。お盆でも同様にお仏飯をお供えします。お仏飯をお供えするタイミングは、朝に仏様に手を合わせるときにお供えするのが一般的です。もし朝に時間がない場合や、朝にご飯は炊かないという方は、昼食や夕食の前にお供えするのも良いかと思います。お仏飯をお供えするのは我々がいただいている恵みに感謝するという意味もありますから、手を合わせお参りを終えたらお仏飯は下げて、できれば召し上がっていただくと良いです。お盆のお供え物ですが、お仏飯に加えて先ほど申した通り、お餅、果物、お菓子などをお供えします。季節のものをお供えするとお盆らしさが出ていいかと思います。例えば一例ですが、果物はスイカや、お菓子は落雁や羊羹などをお供えされる方も多いです。水羊羹など夏らしいですよね。またそうめんなども夏らしくていいかと思います。日持ちしますし、真行寺でもですね、お盆にそうめんもお供えしております。お盆のお供え物の仕方ですが、お仏壇の中はお供え物であふれるようにはせず、できるだけすっきりさせておくことが良いとされています。お仏壇の中にお供え物をする場合は、公家の上にですね、お供え物を置き、対にしてお供えするときれいです。お仏壇の中に入らない場合には、お仏壇の横などに台を置き、その上にですね、お供え物をお供えすると良いでしょう。お仏壇の前にある経褥は、お経の本を置くためのものですから、経褥の上にはお供え物は置かないようにいたしましょう。また初盆の場合、新盆とも言いますけどもね、初盆の場合は葬儀社さんなどのおすすめなどでですね、初盆の棚を設置する場合もあるかと思います。その場合は葬儀社さんがお供え物もご準備ご用意されるかと思いますけれども、お供え物の種類は先ほど申したようにお仏飯、お餅、お菓子、果物などが基本となります。お仏飯はですね、個人個人でお上げいただければと思います。またお花もお供え物です。花品というお花を生ける仏具がありますので、その花品にですね、お花を生けお供えします。お花を多くお供えしたい場合は、その花品に加えてですね、通常の花瓶に生けて、お仏壇のお仏壇の横などにですね、その花瓶をお供えされている方もおられます。お花の種類ですが、一例ですが、ほおずきなどの夏の季節のものを加えるとお盆らしい雰囲気が出るかと思います。仏様にお供えするものですので、毒があるお花やトゲのあるお花は用いないとされています。ここからは少し突っ込んで浄土真宗のお盆の考え方をお話ししたいと思います。と言いますのが、一般的にお盆でされているお供え物や行為について、浄土真宗ではする必要がないとされているものがいくつかあります。具体的に言いますと、精霊馬や両具膳、迎え火、送り火などは浄土真宗ではする必要がないとされています。そしてこれらのことに関して質問を受けることもあります。浄土真宗では迎え火や送り火はしないんですか？お盆のお供え物はスーパーに売っているナスやキュウリのお供え物で良いのでしょうか？
このような質問をお盆が近づくとご門徒の方からですねいただくことがあります。今回ここまで突っ込んでお話しするかどうか迷ったのですが、お盆のお供え物などはご門信徒の方々やご遺族にとって関心が高いことかと思いますので、お話をさせていただこうと思います。さて、先ほど申した通り、浄土真宗では精霊馬や両具膳、迎え火、送り火などはする必要がないとされています。する必要がないとだけお伝えしてしまうと、先に行かれた方への思いやこれまでしてきたことを否定されたように感じる方もおられるかもしれませんが、そういうことではないことをですね、まず補足しておきたいと思います。する必要がないとされているのは、浄土真宗の世界観や価値観に照らし合わせて考えてみると、する必要がないということなんですね。ですので、ただする必要がないとだけお伝えするのではなく、浄土真宗のお盆の考え方についても合わせて補足しながらお話したいと思います。それともう一点補足ですけれども、お盆の文化やお供え物などは地域の慣習や習俗、日本や東洋の文化、宗教などといった多様な要素が入り混じって出来上がっていると言われます。また、お盆の文化は日本への仏教伝来よりも以前からあるとも言われます。日本仏教や浄土真宗の文脈とは違うお盆の文化が日本にはもともとあるということになります。そうしたお盆の文化や習俗的なものが仏教の伝来以後にですね、仏教と結びついていったとも言われます。ですので、今回は浄土真宗の世界観や価値観と照らし合わせてお盆のお供え物や行為についてお話ししていますが、浄土真宗の仕方と違うからといって間違っているかというと、そういうものではないと思うんですね。いまだに地域の文化や習俗が色濃く残っていて、それを子どもの頃から大切に行ってきたという方や、嫁いでから行っているという方もおられることでしょう。今回のお話は、そうした受け継がれてきたものを否定するものでもありませんし、先に行かれた方やご先祖への思いを否定するものでもありません。その点ご留意いただきながらお聞きいただければと思います。そして特に差し障りがない方はですね、今回のお話を聞いた上で浄土真宗の仕方でお供え物などをしていただければと思います。浄土真宗は浄土真宗で、その世界観や価値観に基づいてお盆の行事やお供え物、儀礼作法を整備してきたという経緯があります。死者のたたりや汚れといった習俗にとらわれず、その考え方や世界観が人々の不安や恐怖を和らげてきたという歴史もあります。ですので、特に差し障りのない方はですね、浄土真宗の仕方でお供え物などをしていただければと思います。これまでしてきたものを大切にしたい、そうしないと差し障りがあるという立場や思いを持った方もおられるでしょうから、そういう方はですね、あまり無理しない範囲でしていただければ、私は結構かと思います。さて、前置きが長くなりましたが、浄土真宗ではする必要がないとされているお盆のお供え物や行為について、浄土真宗のお盆の考え方と合わせてお話しさせていただきます。先ほど申した通り、精霊馬は浄土真宗ではお供えする必要がないとされています。精霊馬はキュウリを馬、ナスを牛に見立てて、お盆の時期にご先祖の霊があの世とこの世を行き来するための乗り物としてお供えするという意味があると言われます。しかし浄土真宗では、この世での命尽きた方は阿弥陀仏という仏様の浄土、仏の国へ行き生まれ、その後阿弥陀仏と共に私たちを照らし救おうと働きかけてくださっているという世界観を大切にしています。浄土真宗の宗祖である親鸞上人は高僧和賛にこのような言葉を記されています。願度に至れば速やかに無常涅槃を生してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けたり。
この言葉について本願寺から出ている拝読浄土真宗の見教えという本のですね、お盆という項目ではこのように追記されています。浄土へと往生した人、仏の国へと行き生まれた人は、如来の眼力、阿弥陀仏の願いの力によって速やかに悟りを開き、大いなる慈悲の心を起こす。迷いのこの世に帰り来たり、私たちを真実の道へ導こうと常に働かれるのである。仏の国に行き生まれていった懐かしい人たち、仏の働きとなっていつも私と共にあり、私を見守ってくださっている。このように追記されています。この世での命尽きた方はただ亡くなるのではなく、阿弥陀仏の救いの働きによって仏の国へと行き生まれ、すぐさま仏の悟りを開く。そして慈悲の心から私たちが生きるこの世へと帰り来て、仏縁を育み、仏法に導こうと働きかけておられる。その姿とは、お盆だけに帰ってきて、またお盆が終わればあの世に戻っていくというものではなく、いつも私たちと共にあり、私たちを見守ってくださっている。このような世界観を浄土真宗では大切にしているんですね。先に行かれた方はお盆だけにあの世とこの世を行き来されるのではなく、いつも私たちと共にあり、見守り、仏縁仏法へと導こうと働きかけてくださっている。ですのでお盆にあの世とこの世を行き来するという意味合いの精霊馬はお供えする必要がないとされています。また両具膳と言われるお膳もお供えする必要がないとされています。両具膳は亡くなられた方を食べ物でご供養するという意味合いがあると言われます。ですが浄土真宗では、先に行かれた方は安らかな悟りを開かれた方だと考えます。安らかな悟りを開かれ、いつも私たちのことを照らし、見守り、仏縁仏法へと導こうと働きかけていると考えます。このような世界観を大切にする浄土真宗では、私たちの側から先に行かれた方を供養するという考え方よりも、仏様や先に行かれた方にむしろ私たちの方が照らされ、見守られ、導かれていると味わっていくんですね。ですので私たち側から食べ物でご供養するという意味合いのある両具膳をお供えする必要がないとされています。浄土真宗におけるお供え物は、先に行かれた方への思いを大切にしながら、いただいている恵みやご恩に感謝する意味合いからなされます。浄土真宗ではその世界観や価値観と照らし合わせて、お供え物や儀礼作法などの意味合いを一貫しているところがあります。そのためお供え物を供養のものというよりは、恵みや感謝の表れとしてお供えし、その意味合いを一貫させているんですね。そうした一貫性が日本で一般的に行われているお盆のお供え物や行為を浄土真宗ではする必要がないというような、ある種の独特さを生み出しているとも言えます。またお供え物ではありませんが、迎え火や送り火も浄土真宗ではする必要がないとされています。迎え火や送り火は亡くなられた方の霊がこの世とあの世を行き来するときに迷わないように照らしたり送り出したりするための明かりだと言われます。ただし先ほどお話ししたように、先に行かれた方は迷っておられるのではなく、安らかな仏の悟りを開かれ、いつも私たちを見守り、仏縁仏法へと導いてくださっているという世界観を浄土真宗では大切にしています。迷っているのは先に行かれた方ではなく、むしろ欲や怒りなどの煩悩を抱え苦悩して生きている私たちの方だと味わっていくんですね。命尽きた後に行く仏の世界は安らかな境界であり、この世は迷いの境界であると
経典には出てきます。その前の境外にいて苦悩し迷っている私たちを知恵の光で照らし、仏縁深き喜びの人生へと導いてくださっているのが阿弥陀仏という仏様であり、先に行かれた方々だという、そういった世界観を大切にしています。ですので迎え火や送り火をする必要がないとされています。照らされ導かれているのはむしろ私たちの方だと味わっていくんですね。迎え火や送り火をする必要がないなんて言われるとびっくりする方もおられるかもしれませんが、この辺りも浄土真宗の世界観や価値観に照らし合わせて一貫している部分と言えます。ちなみにお仏壇でろうそくの明かりを灯すのは私たちの心を照らす仏様の光の象徴だと言われます。迎え火や送り火はする必要はありませんが、私たちの心を照らしてくださっているという意味合いから、お盆に提灯をお飾りする分には味わい深く、また夏らしくていいのではないかなと個人的には思います。ここまで精霊馬や両具膳、迎え火や送り火は浄土真宗ではする必要がないとされていることをお伝えしてきました。繰り返しますが、これは受け継がれてきたものや先に行かれた方やご先祖への思いを否定するものではありません。浄土真宗の世界観や価値観と照らし合わせてみると、日本で行われている一般的なお盆のお供え物や行為について、その一部はする必要がないのではないかということで、する必要がないとされています。そして先に行かれた方がお盆だけでなくいつも共にあり、見守り導いてくださっている。そのように、お盆だけでなく平常時から先に行かれた方のことを偲び、手を合わせることを大切にしているのが浄土真宗という宗派でもあります。お盆という昔から続く日本の文化を大切にしながらも、日常の手を合わせる延長線上にお盆を捉えていくところが浄土真宗のお盆の考え方の特徴とも言えるかと思います。いかがだったでしょうか。今回はお盆のお供え物について解説いたしました。お盆を迎える際の参考にしていただければ幸いです。本日もようこそお参りくださいました。